皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。今回描いたこのドーナツ、この生地の表面はこんなに複雑なデコボコになっています。この状態からこのように書き込むにはどうしたらいいと思いますか？今回はテクスチャースタンプを作ることであまり時間をかけずに描きました。テクスチャースタンプって何でしょうか？絵を描く過程とともにその作り方と使い方を詳しく説明します。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずは下書きから描いています。ブラシは鉛筆。この下書きが終わったらドーナツ生地のテクスチャースタンプを作ります。それでは書き終わりまで超高速再生でどうぞ。ではテクスチャースタンプを作ります。まず参考写真をよく見てみます。生地のねじれに合わせるようにデコボコがこういう状態になっているのがわかります。なので簡単に描くとこんな感じのテクスチャーが欲しいんですね。ブラシを水彩から水彩ウェット羽にして色はダークグレーにします。こんな感じでつぶつぶを作ったらトリミングして長方形にします。これはこれで取っておいて、次に拡大縮小ツールの中にある歪みを選択し、その中のワープを選びます。ブラシのサイズは3500以上の大きなものにしています。それをぐいぐいといろんな方向に引っ張って自由変形ツールも使ってこのイメージに近づけます。できたらこれを複製してこんな感じかな。レイヤーを結合します。はい、こんな感じでしょうか。イメージに近いですね。これをこの後スタンプのように使って生地のデコボコを表現する土台にします。これがテクスチャースタンプです。2種類作りました。書き込みの時にこのスタンプを使います。そこまで再び超高速再生でどうぞ。生地のこの部分に先ほど作ったテクスチャースタンプを使います。その前に大きな明暗を作って立体感を出しておきます。ブラシはマーカーと鉛筆を使っています。明暗を書き込んで立体感が出ました。この時点ではまだつるっとしていますね。ではこの一部にテクスチャースタンプで表情をつけます。先ほど作ったものを複製して別レイヤーにしておきます。大きさを調整していらない部分を消します。このレイヤーの描画モードをスクリーンにします。消しゴムで調整したらレイヤーを結合します。その上から書き込んでいきます。はい、こんな感じ。どうでしょう？いいんじゃないでしょうか。同じやり方で隣にも適用。調整して余計なところを消したらモードをスクリーンにしてレイヤーを結合。書き足します。この調子で他の部分も書き進めていきます。すべての部分に同じテクスチャースタンプを使っているんですが、同じには見えませんよね。このスタンプはあくまでも絵を描くための土台です。なじませるために消しゴムで少し消して薄くしたり、それぞれの特徴を捉えて上から書き足すことで同じスタンプを使っているということは全くわからなくなります。ドーナツのこんな複雑な表面、一からデコボコを描いていくのは難しいですよね。一体何から描いてどこまで書き込めばそれっぽくなるんだろうということがわからないまま書き進めるのは先が見えなくて躊躇します。テクスチャースタンプという土台があると一気に進んだ気がする。あ、こうなるんだったらここをもっと書き込みたい。ここを調整したらもっとよく見えるかもしれない。など先が見えて
一気にモチベーションが上がります。悩む時間も少なくなるし、絵を描く効率もとっても上がります。はい、ドーナツの部分ができました。いい感じですね。では他の部分も描いていきましょう。今回の解説はテンポよく進めるために細かいことをかなり省略して説明しています。実はもっと細かい調整をしながら書き進めています。それら細かな調整や進め方を見たい場合は超低速再生のイラストメイキングをご覧ください。3倍速で再生しているのでツールやレイヤーの使い方はもちろんブラシの細かな設定や調整、色調整なども見ることができますよ。概要欄にリンクを置いておきますので気になる方はぜひ覗いてくださいね。ということで絵ができました。この絵を描いたのは3月上旬。公開されている時には桜もまだ見頃になっていると思います。桜ドーナツの絵に登場したこのお魚は桜鯛。小さなお魚で観賞用にもとても人気のお魚です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画が面白かったら高評価ボタンをポチッとお願いします。コメントもとっても楽しみにしています。応援してもいいよという方はチャンネル登録もお願いしますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。